真の目的地へ向かいます。26キロもある。45分。あっち、顔面が熱いな。上半身は汗かいたもんで、止まっとると汗かくで、走り出すとその汗が冷えてひんやり。接触冷感の服をアンダーシャツを着てるので、その効果もあると思いますが、NSR かぽいな。ツーストオイルの匂いが。ここ左ですね。12号。さらに道が細くなります。こういう道はワクワクするね。こういうところはゆっくり行かないとね。お、どうよ。いいんじゃないの。そう、こういうところはもうちょっと涼しい時に来ると気持ちいいってなるだろうな。ひまわり、ここにもひまわり。おお、川のある風景。ちょっとこっち寄せてみるか。なんかやっとるよ。ボート、カヌー、カヤック。あれはなんて言うんだっけ。なんとかカヤックだったかな。樹脂製の浮かぶやつ。おう、この橋を渡るんですね。おお、いいね。気持ちよさそうだね。ここの橋を渡ります。昭和55年3月竣工。ちょっと車来てないので止めますよ。そう、スクーターはストップ&ゴーがね、簡単にできるからね。こういう名前の川です。これ左か。のんびり走れる道が終わってしまったかな。ここを登ってくんか。うわ、おりゃ駆け上がれフォルツァ。おお、標高を上げてくるとやっぱりちょっと気持ちいいね。景色が広がれば
なおよし、ライダーともすれ違うようになりましたよ。しかし俺は一人でなんでこんなところを走っているんだ。ただただフォルツァに乗りたいだけならわざわざこんなところに来なくてもいいとたまに思う。そう思ってもまた次の週末が来るとどこへ行こうか考えてしまう。バイクに乗り始めた頃もこんな感じだったかな。特に中型免許取ってバハを買った頃だな。 XLR バハを買った頃は休みのたんびにツーリング行っとったな、一人で。とにかく近いところからだんだん遠くへと行き先も距離が伸びてった。でもあの時とはまたちょっと違う感じなんだよな。あの頃はとにかくどっか行きたい、あそこ走ってみたい、ここ走ってみたいだったけど、もちろん今もそれはあるんだけど、それよりもフォルツァの乗り味楽しみたいっていうのがあるな。味わいたい。そう、この寝かし込んでカーブを曲がる時のこの感じとか、ブレーキからの寝かし込みのアクセル、スロットルオープンか、スロットルオープンのこの気持ちよさとか、こういうのをまた味わいたいって思っちゃうんだよな。それプラス景色が良ければ素晴らしいんだよ。対向車や後続車を気にしながら走るよりは交通量の少ないところを自分のペースで走れる、そんな道がいいですね。この時期はね、なるべく標高高いところを走った方が気持ちいい。涼しいでね。でも帰りは暑いんだよな、山から降りてくると。それだけはどうしようもないんだよな。黒部ダムはまっすぐなんだ。黒部ダムは行ったことないんだよな。でももうこの辺まで来るな。一泊とかした方がいろいろ回れていいよな。はい、なんかナビが聞こえた。次左折300メートル左折。はい、左方向。ここか、ここを左か。なんか恋人の聖地。あれでも展望台向こうになっとったぞ。大丈夫か。ちょっと戻ろうか。ほら、展望台こっちやん。高狩山展望台、山頂展望台、こっちじゃないですか。こういうところ走っとるとフォルツァの音もよう聞こえるな。ブーンって言っとる音が。森の中を登っていく。
とか標高上げてきたぞ。これはいいかもしれんぞ。山頂はこっちでいいんか。 P 第一駐車場、展望台。ここを登ってきゃいいんか。歩かな感じやな。あれ P ってやるぞ。こっちからこれはこうやってか。おお、恋人の聖地。なんでこれ。お、広がる。これ大町っていうか。見下ろせますね。あ、しまった、カメラ置いてきちゃった。携帯でちょっとか。なかなかいい展望台だったんじゃないでしょうかね。人もそんなね、日曜日なのにそれほどいなくて混雑してないのもいいし、もっと空気の澄んでる時期に来るともっと綺麗に見えると思います。そういった時に来たらもっと気持ちいいかもしれませんね。ということで今回はここまでです。